皆さんこんにちは、秀樹です。今日のロストジェネレーションブルースは学生時代に初めて行きつけの店となった居酒屋だるまのお話をしたいと思います。慶応の文学部に行ったんですが、1年はね神奈川県の日吉にキャンパスがありまして、教養課程をそこで経てですね、文学の前は2年生から三田だったんですよ。三田っていうのはJR の田町からですね、ずっとこう山手線の中の方に向かって歩いていくんですけれども、ちょうどその田町の駅から学校までね路地というかルートが、慶応中通りと言われてましてね、そこにいろいろこう学生向けの店がねいっぱい並んでいたんですね。その今日お話しする居酒屋だるまというのはその慶応中通りのさらにまた路地をこう入ったところにありまして、どうやってねこのお店と知り合ったかと言いますとね、以前ご紹介しました音楽好きの友達がですね、2年生になりまして、その専門課程が違うのでですね、クラスが離れ離れになりまして、でその彼が見つけたお店がこのだるまなんですよ。でこの路地からね、雑居ビルみたいなとこだったな、ちょっとこう地下に入るんですね。地下といっても短い階段なんですけど、階段降りて右と左に別の店があったのかな。でだるまは左側だったと思うんですけど、真ん中にねちょっとこうテーブルがいくつかあって、右手側がこうずっとカウンター厨房になってましてね、で奥の方になんか座敷みたいのがあったような気がするな。大将がね一人で、時々奥さんが来られてたと思うんですよね。でまたその大将がね本当に切符のいい方で、今で言うとスキンヘッドね、当時はだから脱サラをしてねそのお店をやってたというふうにお聞きしてましたので、まだね脂が乗ってた時期で、年で言うと40代ぐらいだったのかなと思いますけどね、よく通いましたね。僕がねその紹介してもらった時、彼と一緒に行ったんですけど、もうその時にね彼はそのおやさんとも随分仲良くなってましてね、でもうとにかくね大将とお話ししようということでね行きましたですよ。で当時ねそこのお客さんはねほぼ慶応のメンバーと、あとね近くにNEC 日本電機の本社があったので、そういうサラリーマンの方も半分ぐらいいましたね。ただ僕らもね結局貧乏学生で安い値段でねいつもその大将が提供してくれるでね、長い時間いてですね、もうみんな帰った後もその友達と2人で、それで終わった頃にね店の片付けも終わって、それからまた大将と飲むんですよ、遅くまでね。で大将がねその社会人でね、会社勤めだった頃のお話をしてくれたり、あとなんかねアルバムを持ってきてくれてね、その脱サラをして、世界一周だったかな、なんか旅行した時の写真なんかを見せてもらいましたよ。その時見る世界のその写真を見てね、すごいなと、世の中っていうのは広いんだなと思ってね、それを眺めてましたね。でいつかね自分もなんかそういう風になりたいなというのがありましたですよ。で本当ねいつも飲んで食べて、飲みが多いんですけどね、もう会計もね本当に全然計算がおかしいぐらい安いんですよ。2000円とかね3000円までいったことないんじゃないかな。これは本当出世払いでぜひお返しせないかんなと思いながらもね、その三田に通っていた3年間ねよく行きましたね。ちょうど3年生と4年生というのはゼミナールっていうのがありましてね、いわばまたちょっと新しいクラスというか、そういうコアな仲間たちができるものですから、その先生なんかも一緒にね、その居酒屋だるまでですね、打ち上げというか飲み会をよくやったですな。三田時代の思い出のかなり、の部分をお店が占めてるんじゃないですかね。そこでいろんな友達といろんな話をし、議論もし、かけがえのない時間でしたね。その後自分がね会社勤めになりまして、最初2年間転勤というか、勤めてましたので、その間なかなかね立ち寄ることもできず、ただその後戻りましてね、
また友達とも再会なんかしたんですが、やっぱりね社会人になって飲むとね、学生の時とやっぱりまたね、感じが違うわけですよね。もう今ねそのお店はもうずいぶん前に亡くなったと聞きますけれども、もう本当に個人的にもね大将にはいろいろとお世話になりましてね、今でも本当に感謝しております。いつかねぜひまた再会をしてですね、昔話を語りたいなと思っておりますのでね、本当に元気で、またお会いしたいと思います。今日のロストジェネレーションブルース、学生時代に初めてね馴染みの店になった、居酒屋だるまのお話でした。皆さんもいい一日をねお過ごしください。それではさようなら。